皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2026年5月10日メイドの日にゼップ羽田で開催されましたバンドメイドワールドツアー2026日本ツアー3本目となるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。前回の仙台ギグスの動画が長すぎましたので、今回は絶対に短めにすると誓い、ステージがほぼ見えなかったこともあり、曲のところは実況風にレポートするのではなくて、シンプルに紹介だけする形にしたいと思います。ということでレポートに入ります。先週の仙台ギグスの興奮が冷めやらない中、いよいよメイドの日ということになりましたが、仙台ギグスのレポート動画作成が前日夜中まで作成するも 90% くらいまでしかいかず、公開できずに当日を迎えることになってしまいまして、メイドの日の後に公開となってしまいました。そういう事情もあり、今回は前乗りせずに5月10日当日の朝自宅を出発し羽田へ向かいます。羽田なので飛行機も考えたのですが、当日移動ということで欠航とか遅延が怖かったので新幹線で行くことにしました。ということで会社員の頃の出張も含めると、本当に数えきれないくらい利用している新大阪から品川への新幹線ルートで品川に向かいます。品川駅に11時過ぎくらいに着いて、すぐに京急に乗り換えて天空橋を目指します。というのは、今回の先行物販チケットは X のポストを見ると外れてる方がかなりいらっしゃるようでびっくりしていたのですが、私は幸運にも A47 となかなかいい番号が当たっていましたので、13時には現地入りが必要だったからです。12時過ぎに天空橋に着きましたので、そのまま会場に向かうと、階段を上がったところでばったり知り合いの名手様とお会いしまして、そのままゼップ羽田の向かいにある中華料理店で一緒に食事をとることになりました。昼食をとったら13時前になっていましたので、順番を待って先行物販チケットを見せて物販ブースに入ります。今回はトートバッグが売られてましたので、トートバッグとご当地 T シャツとくじ10枚購入します。くじの結果は、一応ハンドタオルは当たったのですが、サイン入りグッズとかの大当たりはなしのいつもの感じに戻りました。お給仕後ですが、全員サイン入りスケートボードを知り合いのお名手様が当てられていたので、写真撮らせていただきました。羨ましすぎます。それで知り合いのお名手様たちと挨拶したりして、15時前になったので会場の隣ではなく、橋を渡ったところにある方の京急 EX にチェックインして、荷物を置いて身軽な状態で再度会場へ向かいます。今回の私の正番は A641 番といつも通りな感じでしたが、お名手様選考で4桁の人もたくさんおられたので、まずまずかとも思いました。しかも今回朝から持病の腰痛が出てきてまして、今日は後ろからおとなしく見ようと思っていましたので、ちょうどいい感じの正番な気もしました。入場列に並ぼうとしていたら、海外お名手様がテレビ東京の You は何しに日本への取材を受けられているところに遭遇しました。密着取材っぽかったので番組放映が楽しみです。それで会場時刻になって階段を降りてどんどん入っていかれるご主人様お嬢様を見ながら、こちらもドリンク代600円をドリンクコインに変えてもらって会場に入ります。会場に入ると当然かなり埋まっていましたが、 PA 前から2本目の柵のど真ん中上手側の柵前が空いていましたので、後方ですが柵前をゲットできました。腰のことを考えると柵前はありがたいです。ただ当然柵の前は空いていますので、どんどん人が入ってきて、すごい背の高い方で前方が埋まっていき、ほぼステージが見えない状況になってしまいました。まあ今日は PA 前ということもあり、音を楽しもうと気持ちを切り替えます。柵前の私の横が 0.5 人分ぐらい隙間ができてきましたので、後ろの方にどうぞみたいな感じでちょっと詰めて入ってもらったら、私が手に持つメモと声を聞いて、ひょっとして一応名手さんですかみたいに聞いてこられて、そうですよみたいになって、そこからひとしきり楽しい会話をさせてもらいました。そうこうしていると BGM がやみ、照明が落とされ、会場から歓声が上がり手拍子となります。メイドの日だからひょっとしてメイドワルツ来るかと期待していたら、流れてきた SE はまさにそのメイドワルツでした。会場もそれに気づき大興奮になって、手拍子はんたんたんのワルツのリズムになります。一度はやってみたかったけど絶対できないと思っていたこれができて、本当に感無量でした。 SE が少し激しくなって私からは見えませんでしたが、メイドさんたちがステージに出てきたようで大歓声が上がります。 SE が終わって会場は静かになり、いつもの何とも言えない期待と緊張の入り混じった瞬間が訪れます。1曲目はアンリッシュかと待ち構えていたら、小畑さんがブレイキングゲートとか言ってまさかのイントロが流れてきます。なんと1曲目としてスリルをぶち込んできました。横浜アリーナ以来2年半ぶりですし、それ以前は2022年10月のシアトルなので、バンドメイドの代表曲的な位置づけなのに、お給仕で遭遇確率が異常に低い名曲です。なぜかさすがメイドの日と感じて、この久しぶりのスリルを楽しみます。イントロ終わりでサイちゃんが歌い出しますが、何度見たかわからない MV に比べて明らかにボーカルスキルのレベルが違うのがわかります。サビでヘイって叫ぶのも他の曲にはない感じで特別感があります。
2メロに入って小本さんのボーカルになりますが、これも明らかにボーカルのレベルが違うのが分かりすぎました。それで私的に初めて MV に遭遇した時に度肝を抜かれたミサさんのベースソロになるわけですが、なんかアレンジもしていたような気がしましたし、ベースの音が全然違うというか、キレと迫力がすごかったです。その後のミンチョのギターソロはアレンジはされていなかったと思うのですが、これも全く別物のように聞こえました。あとスリルのドラムはアーチャーにしてはシンプルな構成だと思うのですが、それゆえに今のアーチャーのドラムスキルによってものすごく細かいところでのリズムの取り方や音の出し方に本当に凄さを感じました。とにかくメイドさんたちの成長の凄まじさを感じさせてくれました。続く2曲目はドミネーションでした。お給仕での定番曲ではありますが、このスリルからドミネーションへの展開って思わずワールドドミネーションツアーかって言ったこともないくせに思ってしまいました。イントロでのチャントで前の人が手を挙げると、もう完全にステージは何も見えない状態になりましたので、もう諦めて音だけで楽しもうと覚悟を決めます。幸いど真ん中 PA 米なので音のバランスはバッチリでしたし、好都合でもありました。完全に試験ですが、スリルで世界に発見され、ジャストブリンギットで確固たる方向性を定め、このドミネーションで完璧なバンドメイドの世界を作り上げたように感じていますので、体で感じるリズム体の重低音と独特なリズム、ミンチョとコワドさんの迫力のギターフレーズ、サイちゃんの貫禄あるボーカルをいつものお給仕とは違い耳で感じることで、さらにその凄さを再確認できました。ステージは見えませんでしたし、腰も痛かったのですが、声は出せますので、サビでのサイちゃんのセイのコールにハローハローのレスポンスは思いっきり大声出して楽しみました。ちなみにミンチョが真ん中の立ち台でギターソロを弾いてくれた時はバッチリミンチョの姿を拝めました。しかしこうやってじっくり聴いていると、この曲構成を作れるミンチョ、それを凄まじい能力で演奏するミサさん、あーちゃん、その曲にこの歌詞を載せられる小本さん、それを完璧な歌声とテクニックで表現できるサイちゃん、やっぱりバンドメイドはすごすぎると再認識しました。3曲目はチューズミーでした。何なんですかこのセトリはっていう感じです。スリルドミネーションチューズミーってフルコース料理で全てメインディッシュを出してきてるみたいな感覚になりました。場所的にはサイちゃんの正面でしたので、前の人の隙間からたまに見えるサイちゃんを楽しみながら、何百回聴いても飽きるという言葉が全く姿を見せないこの名曲を楽しみます。2メロに入ってミンチョとミサさんが一旦あーちゃん前に行って上手下手入れ替わりますが、ミサさんとあーちゃんが結構長い間顔を向け合ってなんかやってるのが前の人の頭の隙間から見えました。ミサさんとあーちゃんってめちゃくちゃ仲いいですよね。だからこそのお互いを生かしつつまとまりのあるリズム体が構成できているような気もします。ミンチョのギターソロから C メロに入ってサイちゃんが真ん中の立ち台に立って歌ってくれたので、なんとか視界に入れられたのですが、今回の I Choose You はど真ん中ということもあり、私の方に向いてやってくれたと妄想できる範囲でした。妄想は自由ですからね。ラッサビ終わりから2回目のミンチョのギターソロ的なセクションに入ります。サイちゃんの溺れてねーの続きを歌うようにミンチョのギターソロで表現して、最後またサイちゃんのボーカルで力強く曲終わりに持っていく構成。ここ好きすぎてこのレポートでも何回も言ってしまってますが、ご容赦いただいて曲終わりで大歓声となります。大歓声の中始まった続く4曲目はアンリッシュでした。今回もイントロでサイちゃんが腕振りフリーダンスしてくれているのをなんとか確認できました。これも完全に試験ですが、ポニーキャニオン移籍後初となる名盤アンシンワールドをリリースするも、コロナ禍ということもありお給仕でご主人様お嬢様に十分に披露できず、お互いが悶々と過ごして、いよいよコロナ禍も収まってきたという期間に、それに打ち勝つ思い、感情を解き放つという意味合いを込めてリリースされた曲というイメージを持っています。ということで、このセトリの順番も意味ありげに思ってしまいます。ここまでどんどん登ってきて、一時意図しないインターバルを挟んで、再度エネルギーを解き放ったという感じでしょうか。とにかくそういう意味合いも含めて本当に素晴らしい曲ですし、アニメの MV も衝撃的でしたし、だんだんディディだんだんも癖になります。この曲もほぼ音だけ聴く感じではありましたが、2メロに入った時にミンチョがなんかステージの真ん中に来て、その後また上手に戻っていって、でもサイドセンターに来て真ん中の立ち台でギターソロを弾くという謎の動きも前の人の隙間から見て、移動するタイミングを間違えたのかもと思いましたが、ミンチョに限ってそんなことはないですよね。いや、ミンチョならあるかもです。と、そんなことも楽しみながら、ラッサビで腰をいたわりながらヘドバンして、アウトロでだんだんディーダンダンも叫んで曲終わりとなります。最初のセクション最後であろうと思われる5曲目は What is Justice でした。この冒頭の5曲の並びはまさにバンドメイドの歴史を早回しの映像で見せられたような感覚になりました。重厚だけどある意味初々しい感じもあるスリルから始まり、ギターリフがメインディッシュになっているようなまさにハードロックな感じなのに、全く古くなく完全に現在の理想系とも言えるハードロックな曲であると私的に思っている What is Justice。
これがメイドの日で表現したいことなのかもと勝手に思って感動しながら、この素晴らしいハードロックの凄まじい演奏と迫力あるボーカルに聞き入れます。サビでのサイちゃんのハイトーンボイスもこの日は今まで聞いた中で一番綺麗に出ていたように感じました。サビ終わりのドーンチューもそうですが、そこから感想に入るところもいちいちかっこいいんですよね。しかしアニメタイアップ曲として制約のある中で作曲も作詞も編曲もして、このまさにバンドメイドの特徴とクオリティを出せるのって本当にすごいと思います。それをミンチョのギターテクニック、コードさんの重厚な刻みのギターとコーラス、リサさんの歌っているようなベースライン、あーちゃんの凄まじくも味わい深いドラムフレーズ、そしてサイちゃんの迫力あるボーカルで聴かせてくれるわけで、最高としか表現できません。そのサイちゃんの最後のシャウトも最高にかっこよくって、喉の調子万全でヨーロッパツアーを迎えられそうだと勝手に安心して曲終わりを迎えます。曲終わりで書き鳴らしが終わって大歓声が上がる中、ここで最初の MC に入ります。小鳩さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様、やってまいりましたっぽバンドメイドワールドツアー2026ゼップ羽田っぽで大歓声となります。確かここで小鳩さんいきなり噛んでいたと思うのですが、どこを噛んでたのか思い出せませんでした。まあ問題ないですが、それで続けてご帰宅いただいて誠にありがとうございますっぽ。熱々の会場を感じていただいていると思いますが、本日ソールドアウトっぽにまた会場は大歓声と拍手に包まれます。さすがに東京での集客力は3000キャパでは狭くなってきましたし、羽田ということで海外お名手様もたくさん来られてましたしね。小鳩さんがサイちゃんに瀬戸りも暑かったっぽねとか言ってる時にぎゅうぎゅうの会場を見て思い出したように、小鳩さんの水分補給忘れずにするっぽとか、周りの人がきつそうだったら声かけるとかしてあげてくださいっぽ、仲良しが一番っぽみたいな気遣いの言葉に会場から笑いと歓声が上がります。サイちゃんの水分取れよーに会場ははーいと返すいつものやつをやって笑いが起こります。それでまあ当然瀬戸りの話になって、小鳩さんがまずは1曲目っぽねみたいに言ってスリルの話になります。サイちゃんがバンドメイドが始まった曲ですねとか第2章かとか言ってたと思います。確かにスリルから第2章というか、ある意味本当のバンドメイドが始まったと言っても過言ではないと思います。サイちゃんが11年くらい前ですかみたいに言ってましたが、小鳩さんもそんなになりますかっぽみたいに驚いてました。2014年8月リリースですからほぼ12年前になりますね。それで小鳩さんの初めてお給仕で聞けたって方多いんじゃないですかっぽの問いかけに、その通りの会場からかなりの手が上がってました。お給仕やフェス含めて65回くらい帰宅している私自身も今回でやっと2回目の遭遇です。サイちゃんがそうだよねめったにやりませんってサイちゃんらしいこと言って会場から笑いが漏れます。それで小鳩さんが言い忘れてましたっぽーみたいに思い出して、今日はメイドの日ですっぽーに会場から歓声が上がって、別にバンドメイドが勝手に決めたわけじゃなくて公式にあるっぽねーと1年ぶりのくだりを説明してくれます。それでサイちゃんが確か5月のメイに10日でどということでダジャレっぽいので小鳩に合ってるねーみたいに好きあらばと小鳩さんをいじってきます。小鳩さんがメイドの日に1曲目がスリルで始まりましたっぽみたいなことを言った時に、サイちゃんがその前に SE がありましたねみたいに言って会場は湧き上がります。サイちゃんが普段の SE でも新しい SE でもなくて昔使ってたメイドワルツと言われているやつなんですねと紹介してくれましたが、メイドワルツって通称だったんですね。それでサイちゃんが当時は可愛いとかっこいいのギャップでやってましたのでとか言って会場から笑い声が上がって、小鳩さんが今もギャップありますっぽみたいに突っ込んだのですが、サイちゃんは今もありますかみたいにボケてました。それでサイちゃんが私の服はメイドだろうかとかみんなが思う疑問を言ってきて、小鳩さんがメイドはここに残ってるっぽって肩のフリフリを可愛く強調してメイド服の話になります。サイちゃんがでも私が思うメイド服はこれみたいに言ってまた会場から笑いが起こって昔のエピソードを披露してくれます。サイちゃんにカチューシャまで捨てられそうになって、小鳩さんがエプロンを捨てるのはいいけどカチューシャだけはやめてポーみたいに止めたというやつですね。サイちゃんは何回も粘ったそうですが、小鳩さんにカチューシャだけは絶対ダメと言われたということでした。でサイちゃんがそういう懐かしいところから始まって、そこから怒涛の歴史を見せつける展開でしたねみたいに言って会場から歓声が上がります。サイちゃんがチューズミーとドミネーションは順番が逆だけどだんだん音数が増えて自分たちのやりたい放題になっていったみたいに言うのに、小鳩さんもどんどん激しくなっていってキーも上がっていくっぽみたいに受けてました。でサイちゃんが会場に向かってみんなそれが好きなんだろうって言ってきて、会場は同意の歓声と拍手になります。それでこの話題の締め的な感じでサイちゃんがまだまだありますから無事故でお願いしますって会場に行ってきて笑いと歓声が起こります。
それで珍しく小鳩さんからグッズの話するっぽみたいにさえちゃんに降ってきて、さえちゃんがそうですね、後でやると私たちだれちゃうからと素直に言ってきて、小鳩さんも何言うか忘れちゃうんだっぽみたいに言って笑いが起こります。さえちゃんも続けて、すぐ私たちって関係ない楽屋の話始めちゃうからね、学びましたみたいに言ってグッズの話になります。で、さえちゃんがメイドの日ということでニューアイテムが出ておりますって言ってきて、確かタイムイズマネーとか言っていたと思うのですが、どういう文脈だったか思い出せませんでした。多分グッズを買うために頑張ってくれてるんだよね的なところからだったような気がします。で、さえちゃんが私たちも頑張ってて整理券とかも導入して武道館に向けて改善していってるみたいにトヨタみたいなことも言っていたと思います。それでなぜかみんなで高みを目指そうぜって叫んできて、会場も歓声を上げますが何が高みなのか分かりませんでした。さえちゃんがみんなの方が詳しいと思うので皆さんにヒントをもらいながらグッズの紹介したいと思いますみたいに言ってきて、やっとグッズの話になって、まずはツアー T シャツの紹介になります。ツアーの日程が入っているので今のバージョン1からアップデートしていくということを紹介してくれて、コミックアートワーク T シャツの話になります。あの T シャツはそういうんですね。で、もうさえちゃんはあと何があったっけみたいになってしまいます。それで会場からスケボーって言われた通りにヒントの声が上がったのですが、さえちゃんにそれを後で言うって叱られます。会場はこの理不尽さも楽しんで笑いと歓声が上がります。小鳩さんもそれはさすがに覚えてるっぽ、それ忘れてたら大変っぽみたいに言ってましたが、さえちゃんもそれを受けてお前どうせ忘れてんだろうって思ってんだろうとか乗ってきます。そんな感じになったのでさえちゃんはまあもう言うわみたいになってスケボーの話になります。それで発売した時から皆さんのざわめきを感じてましたが、まさか会場で発売するとは思わなかったでしょうって言ってきて、会場から同意の笑い声が上がります。確かに私もそれは思いました。さえちゃんが鑑賞用でもいいし使ってもいいしみたいに言って、私も使うとなるとメイドさんたちを踏まないといけないのでどうかと思っていたら、さえちゃんが踏み絵にならないようになってる技とかしなければとか言ってきて、また笑いが起きます。で、さえちゃんが鑑賞用と保管用で一緒かみたいなナチュラルボケを入れてきてくれて、小鳩さんが2個飾って1個使えば1歩ねみたいにフォローしてました。それであと何があるかなみたいになって会場から教えてもらって、チェーンステッチ T シャツもありますと思い出します。シルエットが綺麗とか重ね着とかにもいいとか言ってましたね。あとドローコードを絞ってシルエットを変えられて、隠したい人は絞らなくて体見せたい人は絞ればいいみたいなことも言って、小鳩さんにあれってそういうやつなんですかポーとか突っ込まれて、さえちゃんは嘘ですごめんなさいって謝って会場から笑いが起きてました。でもさえちゃんは気を取り直してチェーンステッチの刺繍にこだわってて、着心地もいいし本当におすすめとか、ボディのゆとり感がいいしこの夏に1枚いかがでしょうかみたいに言って本当にお気に入りのようでした。実は私的にはこれを見逃していましたので、次回は絶対買いたいと思いました。で、さえちゃんがこんなもんですかって言った時に、小鳩さんがトートバッグ忘れてるというのを伝えるのに、なぜかさえちゃんに向かって犬みたいにはっはっはってやってたのが面白すぎました。で、さえちゃんがトートバッグですねみたいに紹介してくれて、大きくて東京の夜景がプリントされてて、そこにバンドメイドワールドツアー2026って書いてあるのがおしゃれとか、いっぱい入るしねとか言ってました。それでトートバッグを肩にかけるポーズをして、どこに行かれるんですか、今日はバンドメイドのツアーがありましてみたいに一人芝居のコントみたいなのをやってくれました。さえちゃんのこれ私大好きなんですよね。それを小鳩さんがバンドメイドの MC はいつもこんな感じだっぽーみたいに初見の方たち向けに説明してくれて、さえちゃんも拒否反応とかある人はそれを捨てていただいて受け入れる、すると慣れるみたいに言って会場は笑いに包まれます。で、もう一つありますわって急に関西弁で言い出してカラビナの話になります。この日のさえちゃんの記憶はなかなか調子良さそうでした。それでもともと黒のやつがあったんですけど、今回シルバーが出ましたみたいに言って、小鳩さんに黒と銀じゃなくて黒とシルバーなんですっぽねみたいに突っ込まれてましたが、さえちゃんは黒とシルバーですって言い切ってました。で、さえちゃんがもう終われって思ってるよねみたいに言って終わろうとしたら、会場からご当地って声が上がって、さえちゃんも小鳩さんももうダメだ、今日はまだ1回目の MC なのに忘れてるみたいになります。さえちゃんは会場の前方に向かっていつもアシストありがとうとか言ってくれてました。で、ご当地 T シャツですよねみたいに言っていつも出してるんですけど、今回のは後ろに The Day of Made って入ってる特別仕様ですと紹介してくれて、色はグレーなんですがなんでかわかりますかって会場に聞いてきます。私を含むお名様的には東京ブラックと思っていたのですが、さえちゃんが言うにはいつも黒だからと意表をつく理由で会場はまた笑いに包まれます。
東京ブラックとか言ってたけど、さすがにもう黒はいいかなってなったみたいに言ってましたが、東京のビル群のグレーと今思いついた感じのことも言ってましたね。ほのぼのとした会場に満足したらしいサイちゃんが、じゃあ終わるよって言ってグッズの話は終わってステージ奥に引っ込みました。と思ったら小畑さんが9時もあるっぽーって付け加えたので、さえちゃんが前に戻ってきて、さらに思い出したように、あれ忘れてた、会場で売ってる CD もあった、ポスターがついてきます、みんなコンプを目指せって言って満足してステージの奥に戻っていきました。で、小畑さんが前に出てきて、それではお待たせっぽーって言ってきて、いつもの皆様今日は素敵な夜にする準備はできてますかぽーに会場は大声の歓声で答えて、続けての小畑さんのそれでは楽しんでいきましょうぽようこそバンドメイドのお給仕へで大歓声が上がって次セクションに突入します。ということで MC 明けの6曲目は小畑曲のブライテストスターでスタートしました。今回はステージが見えなかったのでさえちゃんがはけるところを目撃できませんでした。ブライテストスターに限らないですが、小畑曲のバックの演奏って他の曲にも増して自由度が高くなっているように感じます。委員長は1メロとか2メロとかサビの時までギターソロみたいなフレーズ弾いてる時ありますし、リサさんのベースもそうです。アーチャーのドラムはリズムが複雑だったり数が異常に多かったりと、本当にバックの楽器の音を楽しむ私独な曲ばっかりですし、このブライテストスターは特にそう感じます。もちろんサイちゃんとは違うテイストだけど、やっぱりバンドメイドを構成するというか、逆に中心でもある小畑さんのボーカルは、サイちゃんボーカルの曲がラーメンだとすると、一緒に頼んだチャーハンみたいというか、例えが上手くなくて申し訳ないですが、とにかくどちらも欠かせないというか、どちらも大好きということです。曲構成も私的に好きな構成である落ちメロや落ちサビ、転調が入ってくる曲が多くて、このブライテストスターもそれに漏れません。私的にはブレイクが入るのも好きなのですが、2メロ冒頭のブレイクの時に小畑さんがスポットライトを浴びながらアカペラで歌うところはなんとか見えて嬉しかったです。それでなんといってもブライテストスターは小畑さんと忍者師匠のツインリードギターソロが微笑ましいです。ここから落ちサビ、ラスサビ、アウトロと綺麗に展開して曲終わりで大歓声となります。大歓声と拍手が沸き起こる中、サイちゃんが上手からステージに戻ってきてたんだと思いますが、続けての7曲目となる玉屋のサイちゃんの歌声が聞こえてきました。残念ながら腰が危ない状態でしたので、前の柵を掴んでジャンプしている風に体を上下するしかできなかったのですが、それはそれで楽しかったです。実は最初の方から私の前の柵の前、私から見て左側のど真ん中の位置に手にカメラを持ったカメラマンが補給時の様子を撮影されていたのですが、少し移動して私の真ん前に来られました。それでお祭りのように騒ぐ会場をいろいろな角度から撮影したり、カメラを上下左右に動かしたり回したりしながら撮影されていましたので、ひょっとして私の顔のドアップが映ってたりしてとか思いながら盛り上がってました。まあそんな楽しい玉屋ですが、アルバムエピックナラティブズの予約受付が始まった時に収録曲の曲名だけ分かってサイちゃん作詞の曲が複数曲あるという情報に、私を含むほとんどのお名士様たちがこの玉屋は曲名だけで絶対にサイちゃん作詞の曲と確信したやつです。小畑さんがこの曲名つけるとは思えませんからね。これまでのどちらかといえばかっこいい歌詞からちょっと異色の味わい深い歌詞で夏を感じられる曲というのは当然あるのですが、日本を感じられる曲でもあります。ハードロックなのにこの風合いを出せる創作能力と演奏歌唱能力はやっぱりすごいと言わざるを得ません。踊って声出してお祭りを楽しんで曲終わりになります。祭りの楽しさの余韻に浸る会場をさらに盛り上げるように始まったのは8曲目となるスーパーサンシャインのイントロでした。この曲も題名だけでサイちゃん作詞と分かるやつですね。前回のレポートでも言いましたが、この曲のあーちゃんのドラムのハイハットって結構足で鳴らしてますよね。私も若い頃に少しだけドラムをやってみた経験があるのですが、バスドラムを踏みながら左足でハイハットも一定リズムで鳴らすのがめちゃくちゃ難しくて諦めた記憶があります。なので余計に自分のできないことを平然とこなしているのを見ると感動してしまいます。しかもメイドさんたちはそれを他のプロの方たちが驚嘆するほどハイレベルにやっちゃうわけで尊敬するしかありません。それでこのスーパーサンシャインですが、とにかくシンプルに盛り上がれて楽しくなる曲です。なので会場はみんな手を振り上げて盛り上がるので、ますます私からステージは見えずだったのですが、忍者が真ん中の立ち台でギターソロを弾いてくれた時はバッチリ見えましたので、それだけでも満足できてしまいました。それで私的にこの曲はやっぱり久保田さんのシャウトが最高です。久保田さんのシャウトってアフターライフやトワイモアとかでも味わい深いですが、このスーパーサンシャインは主役級な感じがして本当に聴き入ってしまいます。そのシャウトからラッサビへのつなぎはあーちゃんのドラムの盛り上げもあって最高に気持ちいいです。めちゃくちゃかっこいい締めで曲終わりとなって会場は大歓声と拍手に包まれます。
その大歓声が沸き起こっている中、続く9曲目は、なんとこれも仙台でやってくれたモラトリアムでした。超絶かっこいい曲の入りから、最初に久保田さんが囁く言葉がメイクアップ用マインドだというのを、だいぶ以前にこのチャンネルのコメント欄で教えてもらったのですが、歌詞カードにも載ってないと思いますので、どうやって分かったのか興味深いです。モラトリアムって YouTube に公式ライブビデオがあったような気がしたのですが、今はないんですよね。ひょっとして YouTube じゃなくて CD の特典 DVD だったかもです。その映像で久保田さんが思いっきりヘドバンしながらギター弾いてるのが私的に大好きなのですが、今回やってくれてたのかは確認できませんでした。そういえばサビのドーンディーリーダーリーは音の響きが心地よかったので、歌詞を知ってすぐに意味を調べたのを思い出しました。グズグズするな的な意味なわけですが、久保田さんってハンキードリーとかアズドロップオーバーハートとか、なんかおしゃれというか意表をついてくる英語を使うのが何気にすごいなと思ってしまいます。で、当然モラトリアムの楽しみはシンガロングになるわけですが、このおー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 ってやつ、実は音域的には結構歌いやすくて全力で声出せるので気持ちいいんですよね。でもそれがゆえに後半はバテてきてだんだん声が小さくなってしまうということがあるので、私的には声出す体力を調整する必要を感じています。ということで声出す体力を使い切る感じでシンガロングして、さえちゃんのありがとうももらって曲終わりで大歓声となります。続く10曲目は横浜でやってくれたグローリーが戻ってきました。イントロでミンチョのミサさんが上手下手のお立ち台で演奏してくれたのでお姿を拝めました。さえちゃんもお立ち台から煽ってくるのでジャンプしようとしてみたのですが、腰がピキッとなりそうになって仕方なく柵を持って体を上下に動かすだけにしておきました。ミンチョがこのグローリーはサンバのリズムを意識した的なことを言っていたと思うのですが、私的にはそれを表現するアーチャーのドラムがめちゃくちゃ好きで、かつそのテクニックに惚れ惚れしてしまいます。もちろんミンチョ、久保田さんのリフもリサさんのベースもそのリズムに乗って完璧にグローリーの世界を表現していますし、サイちゃんに関しては絶対舌を噛みそうなくらい言葉を詰め込んだ歌詞をリズミカルに正確に歌えるスキルと滑舌の良さにいつも感心してしまいます。しかし私はあまり詳しくはなく当時の状況を知らないのですが、アニメの遊戯王ブレインズのエンディングテーマだったわけで、もっと話題になってもいい曲だったのではとか思ってしまうんですよね。それで私的にはラッサビに入る時のトリッキーな感じのミンチのギターとラッサビの時の久保田さんのコーラスがめちゃくちゃ好きで、ラッサビ終わりのブレイクしてのミンチョの3連で下がっていくギターフレーズが至高です。ということでアウトロでまた会場はジャンプして綺麗に曲終わりになって大歓声が上がります。11曲目はゼンでした。このゼンに関してもマッパオリジナルアニメ全集のタイアップ曲で、異例のマッパ新オフィスでの MV 撮影というのもあって話題となった曲ですね。その MV の話になってしまいますが、私的になぜか大好きなあーちゃんがドラムを叩く後ろ姿ショットがたくさんあったのを思い出しながら、この日はその音を聞いてました。私的に大好きな2メロのあーちゃんのドラムフレーズもサビ前のドラムフィルも今回は音だけで楽しむ形になりましたが、それはそれでなかなか良かったです。あとギターソロは当然いつもはミンチョばっかり見てしまうのですが、今回は前の人の隙間からサイちゃんしか見えなかったので、サイちゃんを見ていたらソロ後半でサイちゃんが歌っているのを初めて認識できて、なんか新たな発見みたいで嬉しかったです。バンドメイドってこうやってギターソロ中とかその前後もいろいろボーカルを入れたりしてくるのが私的お気に入りポイントです。ギターソロ後はラッサビになるわけですが、プレゼントパーフェクトみたいにラッサビに入るためにドラムで盛り上げていく構成はよくあると思うのですが、この前はサビ中に盛り上げていくというところがまた大好きなところです。他の曲でありましたっけ？タイムとかですかね。とにかく細かく確認すればするほど緻密に計算されたような構成とか音作りを発見できて、何百回聴いても全く飽きないというか、そういう飽きるという概念すら抱かせないところがやっぱりすごすぎます。ということでアウトロも堪能して曲終わりで大歓声と拍手となります。12曲目はロック&ロードでした。相変わらずステージはほぼ見えない状況ですので、この曲も音だけを楽しむ感じになります。でもインスト曲なので、この音だけを楽しむというのは思いのほか新鮮な感じで、各楽器の音が輪郭を持って聞こえてきて、ものすごく特別な経験をできた感じになりました。特にサイちゃんのキーボードの音がこれまで以上に認識できて、このロック&ロードの音の構成にめちゃくちゃ重要なことが改めて認識できました。それで私的にはこの曲の B メロ的なところって言っていいのか、サビ前のブリッジと言っていいのか分かりませんが、じゃんじゃ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 んじゃんじゃ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 んっていうところですね。そこが大好きで、特に最後のちょっと半音下がるようなコード進行のところはなぜかゾクッとします。そこからのサビっぽいところの入りは、ギターもベースもキーボードもミニゾンみたいになって音に厚みが加わる感じが盛り上がりポイントです。
2メロ以降はソロパートが目立つ形になりますが、オンセットとかよりもそれぞれが長くてより聴き応えがありますし、当然初となるさえちゃんのキーボードソロまであるわけです。なので各楽器の音を聴くのが好きな私にとって嬉しいインスト曲でもあります。そんなことも思いながら曲終わりとなりますが、曲終わりの吹き鳴らしの時にキーボードの音が入っているのもなんか感慨深くて、思いっきり歓声を上げてしまいました。暗くなったステージにさえちゃんの静かなささやきのようなボーカルから13曲目となるプレゼントパーフェクトが来ました。この曲をインスト曲の後に持ってくるのはありですね。さえちゃんの喉を休められますし、なんかロック&ロードが壮大なイントロを構成していたようにも思えました。冒頭のさえちゃんのロングトーンをいつものように見るのではなく、音と声を聞くのはかえってゾクゾクする感じが増幅されるようでした。曲名の現在完了形って日本人からしたらある種分かりにくい時勢で、意味的には過去に始めた動作が今まさに終わったことや、その結果として今どういう状態にあるか、また現在も続いていることということで、日本語ではなかなか一言で表せない状況なわけですが、その意味するところと歌詞を考えると、小畑さんがなぜこれをタイトルにしたかがわかりますよね。本当によくこの言葉をタイトルに持ってくる発想ができたなというか、単語のチョイスのセンスがものすごいです。まあそんなことも思いながらサビ終わりまで来て、上手お立ち台でギターを弾いてくれたミンチョのギターソロはバッチリ目も耳も楽しませてもらいました。この日はチラチラと見えるだけでもありがたかったです。そこから落ちメロになってまた耳だけになりましたが、やっぱりサイちゃんのロングトーンは痺れますし、あーちゃんのスネアロールは至高です。そこからのラスサビ、アウトロも思いっきり堪能して、曲終わりでサイちゃんのありがとうももらいました。続けての14曲目は仙台でもやってくれたエンドレスストーリーでした。調べてみたのですが、このエンドレスストーリーは昨年2025年は年末の東京ガーデンシアターでやっただけだったんですね。2023年は45回もやってますので、それは横ありに向けてだったと思います。ということで今年は武道館がファイナルに控えているので、今後も瀬取りに入ってきそうな気がしています。それでエンドレスストーリーといえば、おー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 のシンガロングなわけですが、サビの時のそれでいいよのシンガロングも楽しいんですよね。完全に私事ですが、バンドメイドにハマって初めて購入した CD がカンカラーでしたので、このエンドレスストーリーを初めて聞いた時の印象は、サイちゃんのファルセットが綺麗で、地声からのつなぎも自然ですごいでした。もともとサイちゃんのボーカルは息継ぎどこでしてるんだみたいに思っていて、そこにこのファルセットを聞いて、サイちゃんのボーカルスキルの凄さを思い知った曲でもあります。まあ当然ミンチョもミサさんもあーちゃんも小畑さんも演奏コーラスがすごいのは当然としてということです。特にこの曲はギターソロないのと思っていたところに、最後ミンチョのソロみたいなフレーズが来るところは最高に好きなところです。それでエンドレスストーリーの最後といえば、やっぱりサイちゃんのありがとうで締まりました。となると次の曲は絶対あれが来ると待ち構えていたら、想像通り15曲目は新曲のデイズでした。さすがに3回目となりますので、結構耳も慣れてきて曲を曲として聴ける感覚になってきました。最初のサイちゃんのボーカルで始まるところはギターの刻みがかっこいい感じでした。その後に来るイントロ的なところはちょっと幻想的というか、すでにエモい感じだったと思います。それで1メロは美しい感じのメロディーで、小畑さんとのハーモニーが入ってくる感じです。あと前回感じた通り、私的にはあーちゃんのバスドラがいい味出してると思いました。B メロはやっぱりあーちゃんのタム回しがいい感じで、踊りたくなるような感覚。それでサビはサイちゃんの情熱的で歌い上げるようなボーカルとなるという構成でした。構成的なことを言うと、ちょっと特殊だと感じたのは、この後2メロのサビ終わりでミンチョのギターソロから C メロになってミサさんのベースソロという構成だったと思いますので、スーパーサンシャインの逆バージョン的な感じかなとか思いました。最後のアカペラでのサイちゃんと小畑さんのハーモニーはやっぱり秀逸でした。とにかく感想としてはめちゃいい曲という感想です。この曲もサイちゃんのありがとうで締めとなりました。もう少しで音源と歌詞が手に入りそうなので楽しみです。ここでサイちゃんの盛り上がってるか羽田の叫びで2回目の MC に入ります。ヌムさんのイラスト給仕レポートで、ここで会場に背を向けて水を飲んでた小畑さんがお尻をフリフリしてサイちゃんに答えてたと知って全然見えなかったので見てみたかったです。あまりの会場の熱気と自らも汗だくなのでサイちゃんがみんな水を飲みなさい早く飲めとか言ってきて、会場がはーいと返す感じになるのですが、私はあいにくドリンク交換していませんでしたのでサイちゃんの命令に従えませんでした。会場から汗すごい的な声が上がって、小畑さんが今も美しいねって言ってるっぽみたいに曲解したら、サイちゃんが汗も滴るって言ってきて、会場からいい女と返す感じになって、会場は大いに盛り上がります。そのやりとりと盛り上がりにサイちゃんがお疲れ様ですって言ってきて、小畑さんが二次会みたいになってるっぽって適切なツッコミを入れてました。
それでさえちゃんが、このメイドの日の私のテンション良くないねとか言ってきて、また笑いが起きます。小畑さんのハッピーな感じっぽみたいなツッコミに、さえちゃんは皆さんが盛り上げてくれるからみたいに言って会場から歓声が上がります。さえちゃんはみんな本当にいっぱい歌ったからマジで水飲みなよみたいに水を飲ませようとするので、水を飲めない私はますます肩身が狭くなりました。で、小畑さんが結構 SNS でお給仕の後とか翌日のポストでみんなが声出ないとか足腰が痛くて動けないとか見るぽーとか言った時に、さえちゃんがしめしめって言ってきて会場から笑いが起こります。それでさえちゃんがみんなでエクササイズとか言ってましたね。何がエクササイズかというと、バンドメイドの曲って歌ってもらうのが多いけど、最近はさらにスパルタみたいに言って同意の笑いと歓声が起きて、小畑さんもスパルタですっぽねーみたいに同意してました。さえちゃんは続けて、歌わされるわ、クラップさせられるわ、ジャンプさせられるわ、大変ですね皆さんって言ってきて、また完全同意の笑いが起きます。さえちゃんが言うには、それは健康のためということで、私は健康オタクだからとか、みんな強制的に健康になる、私についてきなさいとか言ってましたが、確かに私もこの日は腰を痛めてましたが、基本的には以前より健康になったと思います。でもさえちゃんはまた、このテンション良くないわとか自分で反省してました。その時になぜかあーちゃんがステージをうろうろしていて、さえちゃんに何うろうろしてるんですかみたいに呼び止められます。あーちゃんはどこ行こうかなって歩いてたとか、ライブ中とは思えないことを言ってきて、さえちゃんに促されて真ん中の立ち台に立たされます。めちゃくちゃ歓声が上がったので、あーちゃんはなんか今日人気とか言ってお立ち台の上でポーズをしてまた歓声が起きます。それでさえちゃんが思い出したように、喉の調子が良くなったんですみたいに言ってきます。それを受けてあーちゃんが前回お給仕の仙台ギグスの時に、あーちゃんの声がホテルの部屋が乾燥していて声がカサカサになったくだりを説明しながら、みんな元気みたいになったって再現してくれて、会場は笑いに包まれます。それでさえちゃんが仙台でカサカサだった声が戻ったんですみたいに説明している時に、会場から声聞かせてみたいな声が上がります。それをさえちゃんが拾って、何言ってほしいとか会場に聞いてきます。あーちゃんといえばということで会場から素早く5の段の声が上がります。この反射神経さすがでした。で、さえちゃんが会場からそのボケを、すみません掛け算は言わせないでくださいとちゃんと突っ込んだのですが、あーちゃんは得意の5の段をめちゃ早口で言ってきて、絶好調ですとか叫んできて笑いと歓声が起きます。心ない7の段じゃなくてよかったです。それで他にあーちゃんに言ってほしいことがないかという感じになって、会場前方からいっぱいリクエストが上がってカオスな感じになります。でもさえちゃんが私には一つだけ聞こえたって言ってきて、小畑さんも小畑もそれだと思うっぽみたいに意見が言います。それでさえちゃんがあーちゃんの耳元で伝えてたら、あーちゃんがいつもやってるけどみたいに言って、小畑さんがマイクに入ってるっぽとか突っ込んできます。それで改めてさえちゃんがあーちゃんにお願いしますとか言って、あーちゃんがドラミングが見たいということですねって言って、真ん中のお立ち台で正面を向いて胸を両手でゴリラみたいに叩きながらゴリゴリって叫んできます。会場は爆笑と大歓声になります。でも胸を叩く勢いがすごすぎて、あーちゃんの衣装の胸のブローチの石が外れたみたいで、さえちゃんから衣装壊したって突っ込まれます。小畑さんからもどんだけ力が強いっぽみたいに呆れられてました。あーちゃんはお立ち台を降りてミサさんに直してもらう感じになって、なんかわちゃわちゃしだして収集がつかない感じになります。それでさえちゃんがまともそうなかなみちゃんを呼ぼうって言ってきて、ミンチョにこの場の収集を託します。それを受けたまともそうなミンチョが笑顔で、皆様本日はお越しいただきましてありがとうございますみたいに丁寧に言って見事に軌道修正してきます。たくさん来ている海外名手様たちに対して多分 Welcome to our お給仕みたいに言って、さらに大歓声となります。小畑さんもまともな方がいてよかったですぽーって話してました。それで新曲の Days の話になります。でもまともなはずのミンチョはなんだっけみたいに天然ボケを発揮してくれて、会場から温かい笑いが起きます。さえちゃんが今日で3回目だというようなことを説明してくれて、ミンチョからの初めて聞いた方いらっしゃいますでしょうかの問いかけに、当然会場からはかなりの手が上がって、ステージも会場も盛り上がります。それでミンチョが作曲の思いについて語ってくれます。来年お給仕をお休みいただきますが、いっぱい勉強して帰ってきますとか、自分もご主人様お嬢様も退屈になるかもしれないし、そんな時にバンドメイドを思い出せる、そばにいます、待ってられるという曲ですみたいに適切に説明してくれて、ちょっとミンチョが涙ぐむ感じになって、会場は大歓声と拍手に包まれます。それで小畑さんが作詞は佐伯先生ですおねと付け加えてくれて、さえちゃんが会えなくなるのは寂しいけど
バンドメイドを続けるためにこの時間を取りました。怖かったけど恐怖じゃなくて、みんながいてくれるからという思いを込めて歌詞を書きましたみたいなことを説明してくれて、会場はまた大いに盛り上がります。最後にサイちゃんがリリース情報をお待ちくださいとデイズの話題を締めてました。まともそうなミンチョのおかげでステージは落ち着きましたが、小鳩さんがあと一人喋ってない人がいますっぽーみたいに言ってミサさんを呼びます。会場からミサのミサコールが起こります。ミサコールを受けて背中を向けたミサさんが笑顔で会場の方にくるっと向いて両手を大きく広げてポーズをして会場から大歓声が上がりますが、ミサさんがめちゃ照れたみたいになったので、サイちゃんにそういうことやるときは照れるなとか言われてしまいます。小鳩さんのミサさんへのやりきることが大事だっぽーにサイちゃんがいつもやりきってるもんねと適切なツッコミを入れてました。それでミサさんに何を聞くみたいになって海外お名手様だったかもしれませんが、好きな食べ物はとベタな質問が飛びます。ミサさんの好きなものはカリカリ梅とお刺身と焼き鳥ですの回答にサイちゃんがすかさずただの酒のつまみですねと突っ込んでました。海外にもカリカリ梅は持っていくらしいです。サイちゃんがそのワードに気づいて、そうだ、この球児の後私たち海外に行ってくるんだみたいに叫んで会場から大歓声が上がります。それでその意気込みをどうぞみたいに突然ミサさんに無茶ぶりして、ミサさんが当然戸惑ってましたが、小鳩さんがミサさんをお立ち台に立たせます。それでミサさんがお立ち台に立つのですが、サイちゃんとこそこそ話してたので小鳩さんにめちゃくちゃ打ち合わせするっぽねとか言われてしまいます。打ち合わせを終えたミサさんがお立ち台から会場に向かってかき鳴らしてくるぜって叫んで会場からものすごい歓声が上がります。満足したミサさんがかき鳴らしてくるぜとまだ普通に言って、サイちゃんに2回言わなくていいよ、翻訳じゃないんだからさみたいに笑われてました。完全に満足したミサさんと入れ替わってまたあーちゃんが前に出てきて衣装の胸のところを見せて、ミサの怪力で治りましたって言ってきて会場から笑いが起きます。ベースを弾いているだけあってミサさんの指のパワーはすごいみたいです。それで締め的な感じでサイちゃんが6月にヨーロッパツアー行ってきますので、もっともっとパワーが欲しい、今日で吸収してヨーロッパでぶちかましてくるって言ってきて会場は大盛り上がりになります。最後にサイちゃんが戻ってきたらまた日本で盛り上がろうなーって叫んで会場から大歓声が上がって、その盛り上がりの中、行け小鳩の指示が飛んでおまじないタイムに突入します。サイちゃんはメイドの日ということでどんなのが見れるのかなーってこれまで以上に煽ってきます。小鳩さんはサイちゃんが本気で煽ってくるのが一番怖いぽーって本当に怖そうに言ってましたが、サイちゃんはさらにヨーロッパ行くのでみんなにもお土産を渡していかないとなーとかさらに煽ってきます。会場からは小鳩頑張れーの声援が上がります。それで小鳩さんが今日初めてのご主人様お嬢様もきっといらっしゃるっぽねーって言った時にパラパラしか手が上がらなかったので、小鳩さんが思わず少なめって乗りツッコミみたいになって笑いが起こります。さすが小鳩さんです。でもそれにめげずに小鳩さんはこのお時間がやってまいりましたっぽ、小鳩のおまじないタイムって叫んでおまじないタイムに入ります。それでなぜか小鳩さんがマジックスペルタイムポーと英語で言ってきて、サイちゃんにヨーロッパの MC の練習かみたいに突っ込まれます。でも小鳩さんはちょっとお見せしようかと思ったポーとか言ってきて会場から期待の歓声が上がります。それで小鳩さんが英語で披露してくれます。小鳩ズおまじないタイム、おまじないタイムにマジックスペルタイムは聞き取れてメモれましたが、あとはマスターズ&プリンセシーズとか My heart, your heart, heart to heart とか face to faceスペシャルタイムオケポー的なことを言ってたと思います。お名手様は海外のファン感を見てると思いますので、このくだりは聞いたことあると思います。あと、小鳩ズセイ萌え萌えゆせいに会場はちゃんと萌え萌えって返せてましたね。それを受けて小鳩さんのお決まりの You must join Paul OK に大歓声で答える形になります。で、小鳩さんのそろそろ日本語に戻すっぽに笑いが起こって、今日特別な日にするためにご主人様お嬢様に大きな声を小鳩にぶつけてもらって、小鳩がそれを吸収してヨーロッパツアーでバッキューンって吐き出せるようにお願いするっぽみたいなことを言って会場は大歓声になりますが、さえちゃんからその効果音何とか突っ込まれてました。会場もメイドさんたちも笑いに包まれて、さえちゃんの初めて聞いたように小鳩さんが初めて言ったぽーと受けて萌え萌えキュンキュンが始まります。
それで結構いきなり小畑さんはマイクを外して地声で萌え萌えキュンキュンを始めるのですが、さえちゃんからのツッコミが入ります。さえちゃんが小畑地声の時になんでこうなるのって体を少し左に傾ける真似をしていってきて、マイク持ってる時は可愛く萌え萌えってやるのに、地声の時は萌え萌えってなるみたいに少し体を左に傾けて叫ぶ小畑さんの真似をしてきます。このさえちゃんの真似すごい可愛かったですし、そう言われれば確かに小畑さんいつも少し左に傾いてますよね。それで小畑さんが鳩が飛ぶ前とかこうなってるっぽーとか分かるような分からないような説明と、鳩が飛び立つ前の仕草をしてきて会場から笑いが起きます。小畑さんはまだ何か話したそうにしてましたが、それを察したさえちゃんが萌え萌えって叫んで無理やりおまじないタイムに戻してました。それで小畑さんが萌え萌えキュンキュンに戻ってマイクを外してちょっと左に傾きながらバーンメイとかもやります。でも途中から手で鳩が羽を広げてるような格好をしてバンメイってやって飛びそうになったポーとか言ってさえちゃんに落ちないでよとか本気で心配されてました。それでその格好のままバーンにバーンって返してメイにメイを返すやつをやってたら、さえちゃんにめっちゃ笑われながら何やってんのとか呆れられてました。小畑さんの R1 とかいけるっぽーのボケにさえちゃんはエントリーしてみなよって受けてましたね。R1 での小畑さんも見てみたい気がします。それで一旦普通に戻って萌え萌えキュンキュンをやり始めるのですが、すぐにふざけ出してめちゃ可愛い感じで萌え萌えキュンキュンってやったかと思うと、一点迫力ある感じで萌え萌えキュンキュンとかやり始めます。それで小畑さんがラストって言った時にミサさんが怖いと突っ込んできて、さえちゃんも怖いと同意したり、鳩の羽のポーズをなんか飛び立ちそうだったとか言ってわちゃわちゃする感じになります。小畑さんもラストって言おうと思ったらミサちゃんが怖いとか言って中断したっぽーと説明してくれて、気を取り直してラストって叫んできます。それでバーンってめっちゃ長いやつに同じく会場もバーンって返して、メイはさらに長いバージョンでしたので、それを指した会場は途中から小畑さんにかぶせてメイを叫びます。それでズキュンバキュンドキュンに続けて、この先もワールドツアー回りまくるっぽ萌え萌えキュンで楽器がジャーンと鳴らされておまじないタイム終了です。さえちゃんのついてこれるかいけるか羽田の叫びに大歓声で応える中、始まったラストスパート最初となる16曲目はヘイトのイントロでした。ヘイトも完全にお給仕の定番曲になりましたし、特に海外のフェスとかでめちゃくちゃ流行る曲に感じています。もうイントロの時点で盛り上がりますし、ポラリウムとほぼ同時だったと思いますので、さえちゃん作詞の最初の曲と言ってもいいくらいの曲だからか、歌ってるさえちゃんも気持ちよさそうというか思い入れがありそうな感じがします。私的にはどうしても横浜アリーナの嵐の映像みたいなのをバックにステージの高いところで歌ってるさえちゃんをこれぞ悪天候女と妙に納得しながら見ていたのをいつも思い出してしまいます。それでミンチとミサさんのベース&ギターバトルといえば、もう最近はこのヘイトという感じがしますし、この日も当然バトルバージョンでした。最近は真ん中の立ち台でバトルするときにミンチとミサさんのちょっかい合戦みたいになっていますが、今回はミサさんが手でミンチの顔を触ってなんかやってたように思います。いつも楽しそうなのでこっちも楽しい感じになります。ヘイトはきっちりハードロックだと思いますし、でもメロディアスな感じもしますし、特にバトルバージョンだと楽器隊の演奏力の凄さを感じられますし、フェスとかだと見せつけられます。ソロパート終わりからサイちゃんのボーカルにかぶせての小畑さんのシャウトも最高ですし、そこからラッサビへ展開する構成も必ず盛り上がります。最後はサイちゃんと一緒に I hate you 叫べるのも楽しいです。ということで思いっきり盛り上がって曲終わりとなります。続けての17曲目は横浜の時の悟りに戻ってトワエモアでした。やっぱりトワエモアといえば小畑さんのシャウトです。ファイファイファイとかでも冒頭の小畑さんのシャウトがありますが、こちらのシャウトも迫力があります。それで何度も言ってしまっていますが、基本的にバンドメイトの曲のイントロはかっこいいし、キャッチーなものが多いのですが、私的にこのトワエモアのイントロのミンチョのリフはかなりの上位に来ます。あとはサイちゃんのボーカルが男前な感じもあり、生めかしくもありと、ものすごく表情豊かな感じですし、ミサさんのベースラインは本当に血を吐いながら下から持ち上げてくれるような感覚になりますし、ミンチョのギターソロはこの曲に合った狂気も感じられますし、アーチャーのドラムに関しては特にラッサビの狂気のような激しいバスドラムのドラムフレーズが最高に痺れます。あと、すでに演奏されたモラタリアムやエンドレスストーリー、この日はやってないですが、ユーとかと並んでシンガロングが楽しくも体力を使うので、本当に運動したような感じというか、サイちゃんが MC で言っていたように健康になるを体感できる曲でもあります。
アウトロのかっこいいリフとシンガロングでトワヤモアの真髄を最後まで味わって曲終わりで大完成となります。そこに電子音が流れてきて18曲目となるディリダリに入ります。サイちゃんのさあみんな行くよーの叫びでクラップとシンガロングが始まります。モラトリアムでドントディリダリーがグズグズするなの意味だと言いましたが、そうなるとディリダリはグズグズするって曲なんですかね。めちゃくちゃ速くてすぐに終わる感じなので全然グズグズしてないですけどね。それで1メロ2メロとあっという間に展開して2サビ後でブレイクです。今回は思いっきりメモろうと思ったのですが、サイちゃんはめちゃくちゃ思いっきり叫ぶのでなんて言ってるのかわからなくてあんまりメモれませんでした。なのでメモを諦めてクラップしながらディリダリディリダリダリダを叫ぶことにしました。一応アーチャーのドラムロールが入る前にサイちゃんがそのままクラップいけるって叫んだのは認識できました。それでミサさんのソロから小畑さんのソロ、アーチャンのドラムソロからミンチョのギターソロの流れがきます。海外のリアクターの反応を見ていてもやっぱりここはビビるポイントですし、私的にもビビるところです。かなり以前の動画でディファレントを聞いた時にステージが変わったと感じたというようなことをつぶやいたのですが、このディリダリも同じような感覚を覚えます。C メロのシンガロングからラッサビで声も肩の力も出し切って曲終わりでサイちゃんのみんなよくできましたをもらいましたが、でも次がラストって言ってきません。19曲目は前回まではラストに持ってきていたノーゴッドでした。ツアーでは最初の曲とラストの曲は固定することが多いと思っているのですが、この日はさすがメイドの日ということなのか、最初の曲だけではなくてラストも変えてくるのかとちょっと驚いたというか、さすがサイちゃんと妙に納得してしまいました。イントロだったか感想だったかで小畑さんがジャンプしながらギターを弾いてましたが、これって結構ハイレベルの曲だと思うんですよね。小畑さんって見せる技術がすごいと思っています。それで2メロからは今回もサイちゃんが旗を背負って歌い出す感じになります。今回じっくり見たことで前回の動画でのサイちゃんのステージ上の動きを間違ってレポートしていたことが分かりましたので、今回は正しくレポートします。A メロ終わりのリズムに乗り込みの時に上手の立ち台に乗ってきます。それで2サビ終わりまで歌い続けて、ギターソロの時にミンチは下手のお立ち台で弾く形になります。その後のミサさんのベースソロは真ん中のお立ち台です。そこからサイちゃんは下手に移動して下手お立ち台で旗を背負ったまま落ちメロを歌って、ラッサビでついに真ん中のお立ち台で歌ってくれるという形でした。これが正しいサイちゃんの動きでした。それこだわるところと思われると思いますが、はい、こだわるところです。今回も最後はサイちゃんのかっこいいサンキューで最後の吹き鳴らしに入りました。吹き鳴らしの中、サイちゃんの次がラスト、まだまだいけるか羽田、かかってこいやの叫びが上がります。今回メイドの日のお給仕の鳥を飾る20曲目はレディトゥーロックでした。ミンチョのリフとアーチャンのブラストビートに会場は当然大歓声で応えます。この曲はロックはレディのたしなみでしてのオープニングテーマ曲なわけで、アニメを見た方ならわかると思いますが、リリサとオトハの対決をこんなに見事にイントロで表現できるって本当にすごいと思いましたし、それを演奏できるスキルに驚愕したのを思い出します。この曲はミンチョもあーちゃんもずっと忙しいですし、小畑さんのシャウトは完璧にこの曲の最高のアクセントになっていますし、ミニソロまで披露してくれますし、ミサさんのベースはこの曲のグルーヴ感を支えていますし、当然サイちゃんのボーカルがその全てを包み込んで爆発させる感じで完璧なハードロックのアンサンブルを構成しています。とにかくフェスとかで誰に聴かせても強烈なインパクトを与えるとともに絶対好きにならせられる曲だと思います。ちなみに感想のフレーズは1メロに入る前の最初と最後だけにあるメロの一部なんですよね。私的にそれもよくそんなの考えられるなシリーズです。それでバンドメイドらしくサビは思いっきりキャッチーですし、本当に誰もが好きになる曲だと思います。ちなみにサビの時に今回は後方だったので、お見せしましょうの時に手で輪っかを作って左右に揺らすやつを頭の上でやってみたりしました。ギターソロから短い落ちメロを挟んでラッサビに入る構成もめちゃくちゃ盛り上がりますし、最後に冒頭のメロを同じ歌詞で締める構成も秀逸です。曲終わりでお給仕最後の書き鳴らしに入ってサイちゃんがゼッパ羽田メイドの日最高だったな、お前ら最高だ、バンドメイドでしたの叫びです。書き鳴らしが終わって小畑さんのそれでは行ってらっしゃいませご主人様お嬢様バンドメイドでしたっぽーで大歓声となるのですが、そこにサイちゃんがヨーロッパ行ってくるぞーと叫んできて大歓声が上がり、メイドの日ゼップ羽田のお給仕は激アツで大興奮のまま終演となります。大歓声と拍手とメンバーの名前が飛び交う中、ミンチョミサさん小畑さんのピック投げが始まりましたが、今回はあーちゃんもスティックを投げてくれてました。私がめっちゃ後ろかものすごく前の時ばかりに投げてくれるような気がしますが、気のせいだと思っておきます。でもその法則が崩れていつかあーちゃんのスティックゲットしたいです。
ミサさんは今回もビールの空き缶をお嬢様エリア付近に投げてましたね。空き缶を大事に飾る謎の部屋を備えるお家がまた増えました。大歓声と拍手の中、メイドさんたちがステージアウトして、2026年メイドの日、ゼップ羽田のお給仕は幕を閉じました。今回のお給仕は楽しいのは当然ですが、メイドさんたちの歴史を感じ、今を感じ、ものすごいスキルの向上を感じられたお給仕だったように思います。なんといってもスリルを今のメイドさんたちの演奏とボーカルスキルで聴けたのはとてつもなく感激しましたし、メイドワルツを聴けてタンタンの手拍子をできたのは私にとって本当に信じられないくらいの行幸でした。いやいや、本当にメイドさんたちは私たちを楽しませる、びっくりさせることに快感を覚えてるんじゃないかと思えるほど奉仕の精神に満ち満ちてます。本当に素晴らしい、まさにメイドさんたちです。恒例のさえちゃんのポストは今回はすぐにアップされましたが、本日もありがとうございました。とっても楽しかったな。メイドの日ならではの瀬取りを入れたんじゃないかと自負してますが、どうだったんだお前たち。最高だったろうが、また楽しく遊ぼうねでしたね。本当に楽しかったですし、メイドの日の瀬取り十分に味わわせてもらいましたし、当然最高でしたし、また楽しく遊びたいです。なんとか腰痛で歩けない事態にはならずに、満足感いっぱいで会場を出ようとしたら、フライヤーが配られてまして、いつものツアーのやつかなと思って何気なく受け取ると、なんと新衣装の写真とニューシングルの告知です。インスタにも上がってましたが、新衣装はさらに黒くなって、さえちゃんとミサさんはさらに熱そうになってます。小鳩さんの衣装はモフモフな感じですし、ミンチョはかっこいい感じですし、はーちゃんはなんかガーリーな感じです。どこでかはわかりませんが、実際に生で目にするのが楽しみです。私の次回お給仕帰宅は無事たどり着ければ6月6日のミュンヘンテフニクムです。初の海外遠征お給仕帰宅となるので期待と不安でいっぱいですが、当然楽しみの方が勝っていて、もう今からドキドキワクワクしています。新衣装はヨーロッパ公演からなのか帰国してからなのかも確かめていきたいと思います。最後に恒例のリキャップムービーを共有して終わりたいと思います。バンドメイドワールドツアー2026ゼップ羽田東京メイドの日終わりましたそして次はなんとヨーロッパツアーです皆さんI know 苦手だってもそれはい、ということで今回は以上です。それではまた次回。